皆さんこんにちは。今回は日本のものづくりやデジタルの未来を支える高等専門学校、通称高専の特に今最も熱い注目を集めている情報工学科にスポットを当てて、そのリアルな進路とキャリア形成について徹底的に語り尽くしていきたいと思います。今日の相棒は高専キャリアの生き字引美咲さんです。美咲さん、よろしくお願いします。健二さん、よろしくお願いします。視聴者の皆様、こんにちは。今日はメディアが報じない高専情報工学科の真の実態について、具体的なデータをもとに詳しくお話ししていきますね。いやー、楽しみです。高専っていうとやっぱり就職率ほぼ 100% とか、引く手あまたの超エリート技術者集団みたいなすごく輝かしいイメージが世間一般にはありますよね。特に最近の DX デジタルトランスフォーメーションや AI の爆発的な普及で、プログラミングやシステム開発ができる高専の情報系の学生なんて、まさに市場の引っ張りだこ、無敵状態なんじゃないかなって思うんですよ。そうですね。確かにそのイメージは間違いではないですし、実際にものすごい実力と可能性を秘めているのは事実です。でも実はその就職率ほぼ 100% という数字の裏側には、一般のニュースでは絶対に触れられないような複雑な仕組みや、学生たちのリアルな葛藤、さらには進学と就職の激しい二極化といった深いドラマが隠されているんです。就職率ほぼ 100% の裏側ですか？それってもしかして何かしらのからくりがあるってことですか？そうなんです。さらに言うと、高専を卒業した後の進路も、実は就職だけじゃなくて、大学への編入や専攻科への進学という学び続ける道を選ぶ人が急増しているんです。今回はその意思決定がどうやって行われているのか、最新の調査報告書をもとに徹底的に解剖していきたいと思います。なるほど、これはめちゃくちゃ面白そうですね。普通の高校生や大学生とは全く違う高専生ならではの独自のキャリアパスと、その裏に潜むリスク、そしてそれを乗り越えるための戦略までじっくり聞いていきたいと思います。それでは早速スタートしましょう。では本格的な各論に入る前に、今回解説する調査分析報告書の全体像を重要なポイントに絞ってダイジェストでお伝えしますね。これを頭に入れておくと、これからの具体的な話がスッと入ってくるはずです。お願いします。まずは全体像をつかんでおきたいですね。今回の報告書から浮かび上がったマスメディアが報じない重要な真実は大きく分けて5つあります。へえ、57% が就職で 40% が進学。これだけでも世の中の高専イコールすぐ就職する学校っていうイメージが大きく担がりますね。そうなんです。そして2つ目のポイントは、情報工学科の就職先は驚くほど IT やソフトウェアといった情報サービス業に特化しているという点です。他の電気機械系の学科と比べても、その業界偏重ぶりは顕著で、実に 83.4% が情報サービス業に進んでいます。さらに、本科卒業生と専攻科修了生の間では、就職する企業規模や配属される職種において、研究開発設計などの上流工程へのシフトという構造的な違いがあることも分かっています。なるほど。プログラミングを学ぶ情報系だからこそ IT 業界に特化していくのは自然だけど、本科と専攻科でも配属ポジションにそんな違いがあるんですね。3つ目は、大学編入と専攻科進学という2つの進学ルートの比較、そしてそこに潜む意外なリスクです。難関国立大学への編入は魅力的ですが、編入後の超過密な授業履修や、それと同時に押し寄せる就職活動、いわゆる就活迷子になってしまうリスクなど、あまり知られていない厳しい現実があります。一方で、学費を抑えておなじみの環境で学べる専攻科ならではの強みやデメリットについても詳しく比較していきます。進学すればハッピーという単純な話ではないんですね。大学編入のメリットばかりが語られがちだけど、その陰にある苦労もしっかり知る必要がありそうです。その通りです。4つ目は、これまた根深い問題である学歴格差と生涯賃金、そして給与体系のシフトです。高専卒は即戦力として大活躍しているのに、日本の伝統的な企業では大卒と高専卒の間に初任給だけでなく50代前半にかけて大きく広がる賃金格差が存在します。生涯賃金に換算すると、なんと5000万円から6600万円もの差になることがあるんです。ただ、これに対して IT 業界や一部の先進企業では、高専卒を大卒以上の好待遇で迎える動きや、国の制度改正として準学士を国際的に通用する正式な学位に変更する動きなど、ポジティブな変化も起きています。生涯賃金で5000万円以上の差はさすがに見過ごせないですね。でも処遇改善の動きが始まっているのは
情報系の高専生にとっては大いなる希望になりそうです。そして最後の5つ目のポイントは、デジタル先端教育と高専生による企業、スタートアップという新しい風です。文部科学省が推進する M' というデータサイエンス AI 教育プログラムの電光的実装により、高専生の情報処理能力はさらに先鋭化しています。また、ディープラーニングとビジネスプランを競うコンテスト DCON をきっかけに、学生が在学中や卒業直後に起業し、ベンチャーキャピタルから数億円規模の企業評価を得るようなものすごいスタートアップが続々と誕生しているんです。企業ですか。ものづくりだけじゃなくてビジネスの世界でも高専生が旋風を巻き起こしているんですね。はい。今回はこれら5つの重要な発見を中心に、第3パート以降の各論で具体的なデータを交えながら、明るく楽しくかつ徹底的にディープに解説していきたいと思います。よし、全容はバッチリ理解できました。それぞれのテーマについてもっと深く裏の裏まで突っ込んで聞いていきたいと思います。ワクワクが止まりませんね。さあ、ここからは具体的な各論に入っていきましょう。まずは誰もが一度は耳にしたことがある高専は就職率ほぼ 100% というフレーズについてです。これ実際はどういうことなんですか？はい、実は高専の未来を考えるウェブメディア高専未来 .jp の解説コラム高専の就職率ほぼ 100% の本当の意味などで詳しく説明されているのですが、この 100% という数字はあくまでも就職を希望した学生を分母にしているんです。なるほど。就職したいと手を挙げた人が全員就職できたという意味でのほぼ 100% なんですね。その通りです。ですので卒業生全体の中で実際にどれくらいの人が就職してどれくらいの人が進学しているのかという実態とは少しズレがあるんです。文部科学省が公表している令和5年度の国立高専本科データを見ると、全体の就職者の割合は約 57% にとどまっています。 57%、約6割しか就職していないってことですか？残りの4割は一体どうしているんですか？残りの約 40% の学生は実は進学を選択しているんです。具体的には大学への編入学や高専の本科の上に設置されている2年間の専攻科への進学ですね。高専というのはかつては中学を卒業して5年間で技術を身につけてすぐに社会に出て即戦力として働くというイメージが強かったですが、現代においてはより高度な学問や研究を追求するための高等教育研究官への通過点としての側面を急速に強めているんです。なるほど。5年で終わらずにもっと先へ進む人が4割もいるんですね。これは確かにメディアの報道だけを見ていると全く見えてこない真実ですね。そうなんです。しかも面白いことに、この進路選択の比率は全ての高専で一律に就職6割、進学4割となっているわけではないんです。学校が置かれている地域や立地条件、その学校の教育方針、さらには地元の地域産業とのつながりによって、進学者が多数を占める進学型高専と、就職者が多数を占める就職型高専というように、見事なまでに二極化している実態があるんです。学校ごとにキャラクターが全然違うってことですね。同じ高専と一括りできないのは進路を考える中学生や保護者にとっても非常に重要なポイントになりそうです。まさにその通りです。自分が進学したいのか早く就職したいのかによって選ぶべき高専が全く変わってくるということですね。次のパートではその具体的な進学型高専と就職型高専のデータを詳しく見ていきましょう。では具体的に進学型高専と呼ばれる学校がどれくらい進学率を高めているのか詳しく教えてください。はい。報告書のデータを見ると、進学率が6割を超えているような、ものすごくアカデミア志向の高い高専が日本各地に存在します。67.2%、3分の2以上の学生が卒業後に進学を選んでいるんですね。すごいな。なぜ長岡高専はこんなに進学率が高いんですか？長岡高専のすぐ近くには、高専生を主な対象として国が設立した長岡技術科学大学、いわゆる技科大があります。この距離的な近接性や昔から続かれてきた大学との強い連携、そして学校全体に漂う研究志向の高さが学生たちの進学意欲を大きく刺激していると考えられます。近くにそのままステップアップできる素晴らしい国立大学があるというのは環境として最高ですね。他にはどんな学校がありますか？群馬県にある群馬高専も非常に進学率が高く、令和7年度のデータで 65% となっています。群馬高専は東京大学、東北大学、東京工業大学といった日本の難関国立大学への編入実績が多数あることで知られています。情報系で8割が進学、もはや普通の進学校と変わらないというか、それ以上の超エリート進学コースですね。そうなんです。他にも茨城県の茨城高専は令和6年度データで進学率 59.5%、広島県の呉高専は令和7年度データで 52% となっています。茨城高専は関東圏の筑波大学や千葉大学、東京農工大学といった難関大学への高い接続性を持っていますし、
呉高専は中四国地方の主要な国立大学への高い編入率を誇っています。これらのデータからわかるのは、進学型高専では学生たちが5年間で培った専門知識をもとに、さらに上のレベルの研究を目指してごく自然に大学編入や専攻科進学を選んでいるという現実です。なるほど。高専で得た実践的な技術力を武器にして大学でさらに高度な理論を学ぶ。これは研究者や開発者を目指す人にとっては極めて強固で魅力的なキャリアパスですね。一方で今度は就職型高専と呼ばれる学校の実態についても気になります。こちらはどれくらい就職に強いんでしょうか？はい、進学型とは対照的に早期の実務実践や地元大手企業への就職を強く志向する高専も数多く存在します。就職率 93%？ 進学する人がほとんどいなくてみんな就職していくってことですか？そうなんです。近代高専は併設の近代大学への進学枠も持っているのですが、それ以上に産業界との結びつきが強く、非常に高い就職実績を維持しています。商船系高専というとやっぱり船乗りや海のインフラ、海運業界に直結しているから就職に強いんですか？その通りです。専門性が非常に高く、業界で替えが利かない人材を育成しているため、企業側からの求人が絶えないんですね。なるほど。こうして見ると学校のキャラクターが進学型と就職型で全く違いますね。進学型は6割以上が進学するのに対し、就職型は8割から9割近くが就職する。そうなんですよ。ですから、ただ高専という名前だけで判断するのではなく、その学校がどちらのタイプに属しているのか、そして自分の目指す将来像と合致しているのかを入学する段階からしっかりと見極める必要があります。メディアが高専は就職 100% と一言で片付けてしまう裏には、こうした学校ごとの明確な戦略と地域の特色に応じた多様な進路の二極化があるということですね。本当にその通りですね。これを知っているだけでも高専に対する見方がガラリと変わります。ここまでは学校全体のマクロなデータを見てきましたが、今度は情報工学科に注目して、その進路が時間の経過とともにどう変化しているのかを知りたいです。最近の IT ブームで進路のバランスが崩れたりしているんでしょうか？それが実は非常に興味深いデータがあるんです。京都府にある舞鶴工業高等専門学校、通称舞鶴高専の電気情報工学科の過去5年間、つまり2021年度から2025年度までの進路実績を詳細に分析してみると、驚くほど安定した構造的な推移が見えてくるんですよ。安定ですか？ IT ブームでみんなすぐ IT 企業に就職しちゃうとか、逆にもっと大学で AI を学びたいから進学が急増したとか、そういう波はないんですか？実はほとんどないんです。舞鶴高専の進路関係ウェブページに掲載されているデータを年度ごとに追ってみましょう。年度によって多少の増減はあるけれど、だいたい就職が約6割、進学が約 3.5 割、約 35% という比率でものすごくきれいに一定していますね。そうなんです。この5年間の累計で見ると、卒業生184名に対して就職者が116名、全体の 63%、進学者が64名、全体の 35%、その他が4名、2% となっています。この過去5年間の推移から何が言えるかというと、情報工学科の学生たちは世の中の景気変動や一時的なブームに流されることなく、自分自身の適性やキャリアビジョン、そして家庭の事情などに応じて非常に柔軟かつ自律的に進路を決定しているということです。なるほど。早く社会に出て実践的な開発者としてバリバリ働きたい人は就職を選び、大学で AI やデータサイエンス、先端のアルゴリズムをより深く研究したい人は進学を選ぶ。その選択のバランスが誰に強制されるでもなく、何年も高い安定性を持って自律的に定着しているんですね。まさにその通りです。高専というシステム、特に情報工学科というプラットフォームは、学生が在学中に自分はどちらに向いているかを5年間という長い時間をかけてじっくり見極められる環境なんです。そしてそのどちらを選んでも極めて高いレベルのキャリアへとつながっていく。この高いキャリア自立性こそが情報工学科の最大の強みであり、安定した構造的な推移の根底にあるものだと言えますね。素晴らしいですね。5年間あるからこそ自分の適性を冷静に見極めてブレない選択ができる。情報工学科の学生たちのたくましさを感じます。さて、今度は就職を選んだ学生たちが実際にどんな業界へ進んでいるのかを見ていきます。情報工学科の学生ですから、やっぱり IT 業界が多いんですか？はい、その偏り方は他の理系学科と比べても群を抜いて顕著です。理系の就職市場を分析したアマテンさんのノートに掲載されている2025年卒データ、理系就職率 97.3% の裏側と参戦略などを参照すると非常に面白い比較ができます。ふむふむ。
ものづくりの王道であるメーカーに行く人がやはり圧倒的多数ですね。一方で情報工学系の学生に絞ってみると、なんと全体の 83.4% が情報サービス業、いわゆる IT 業界やソフトウェア業界、システムインテグレーターなどを選択しているんです。さらにその内訳を細かく見ていくと、全体の 44.6% が情報処理やソフトウェア開発、ゲームソフトといったゴリゴリの技術を生かすプロフェッショナルな IT 企業に就職しています。83.4%。これはもう業界偏重と言っていいレベルの集中ぶりですね。でもそれだけ情報工学科での専門教育が現代の IT 産業界が渇望している需要と 100% 合致しているということの証拠でもありますよね。まさにその通りです。企業側からすれば、大学で概念的にプログラミングを少し触っただけの人材よりも、高専で5年間、低レイヤーのコンピューターアーキテクチャからネットワーク、データベース、そして実際のウェブアプリ開発までを一通り叩き込まれた学生の方が圧倒的に即戦力として計算しやすいんです。企業の採用担当者からしたらよだれが出るほど欲しい人材でしょうね。実際にそうだと思いますよ。しかもこの業界の需要は一時的なものではなく、社会全体の DX 化が進む中で、今後も長期にわたって右肩上がりで推移することが確実されています。専門的な教育がこれほどストレートに高待遇な成長産業の需要に直結している学科は他にはなかなか見当たりません。情報系の高専生が就職市場においていかに得意で強いポジションにいるかがこのデータからもよくわかりますね。8割以上が IT サービス業界へ進んでいく。自分の学んできた武器をそのまま最も成長している市場で活かせるというのは本当に羨ましい限りです。次は就職する企業の規模について詳しく聞いていきます。高専生って大企業にもたくさん就職しているんですか？はい、想像以上ですよ。文部科学省が実施した令和4年度の高等専門学校卒業者のキャリアパス等に関する調査研究の報告書によると、高専卒業生、これには5年の本科卒業生とその上の2年の専攻科修了生の両方が含まれますが、就職先はなんと全体の6割以上が従業員1000人以上の大企業あるいは超大企業で占められているんです。6割以上が大企業。それって一般的な大学生の平均よりもかなり高いんじゃないですか？非常に高い水準です。高い求人倍率を背景に、誰もが知っているような優良企業やインフラ企業、グローバル IT ベンダーへの就職実績が極めて顕著なんですね。しかし、ここでさらに一歩踏み込んで、5年で卒業する本科生と、さらに2年間学んだ専攻科生を精緻に比較してみると、就職先の企業規模や職種において非常に重要な構造的な違いが見えてくるんです。本科生と専攻科生の違いですか？それは興味深い。具体的にはどう違うんですか？令和4年度のキャリアパス調査データを細かく分析してみましょう。あれ？専攻科生の方がより大きな大企業に行くのかと思いきや、300人から999人規模の中堅企業に行く割合が高いんですか？これにはどういう理由があるんでしょう？これが非常に深いインサイトなのですが、情報系の場合、単純な企業の従業員数イコール仕事の魅力ではないことが多いんです。特に自社で先進的なプロダクトを開発しているスタートアップや、技術的な裁量権が極めて高い中堅のブティック型 IT 企業、研究開発型の企業などは、あえて従業員数を1000人未満に抑えている優良なところがたくさんあります。専攻科生は技術に対する目が肥えているため、単なる会社の知名度や規模でなく、どれだけ面白い技術に挑戦できるか、自分にどれだけ大きな裁量権があるかを重視して、こうした中堅 IT 企業を主体的に選んでいると考えられます。なるほど。会社の規模という看板に騙されず、中身の技術や環境で選んでいる、いかにも技術者らしいかっこいい選択ですね。本科生と専攻科生の職種の違いについても先ほど少し触れていましたよね。具体的に仕事の中身はどんな風に変わるんですか？ここが最も重要なポイントです。先ほどの文部科学省キャリアパス調査令和4年度の職種別データを比較してみると、その構造的なシフトが浮き彫りになります。先ほどとほぼ逆になっていますね。研究開発設計が 27%。これって要するに現場での運用保守や既存システムのコーディングだけじゃなくて、新しい技術の開発やシステムの根幹となる基本設計をするようなより上流の頭を使う仕事についているってことですね。まさにその通りです。専攻科の2年間というのは単に大卒と同等の学位学士が得られるという形式的なメリットだけではないんです。専攻科では丸々2年間をかけて特別研究という大学の卒業研究に匹敵するかそれ以上の非常に深い研究活動を行います。このプロセスを経ることで未知の課題に対して仮説を立て実験し検証し論文としてまとめるという高度な問題解決能力が身につくんですね。
だから企業側も専攻科生を単なる現場のプログラマーではなく、先端の R&D 研究開発人材としてハイクラスなポジションで処遇するわけですね。そうなんです。配属される部署や担当する業務が保守開発運用といった下流や中流の工程から、先端研究開発や基本設計、アーキテクチャ設計といった最上流のポジションへと構造的にシフトしていく。このキャリアの質的な向上こそが専攻科に進学する最大の価値だと言えますね。なるほどな。2年間勉強を続けることでエンジニアとしてのスタートラインが1段も2段も上がる。これは専攻科進学を考える上でめちゃくちゃ強力な判断材料になりますね。さあお次は高専生が実際に企業を受ける時の採用プロセスについてです。高専生の採用って普通の大学生と同じようにエントリーシートを何枚も書いて面接を何回も受けてみたいな感じなんですか？いいえ、実は IT やウェブ系の企業、特に自社でサービスを開発しているメガベンチャーや先端スタートアップの採用現場においては、全く異なる独自の実践的なスクリーニング手法が取られていることが多いんです。独自の手法、気になります。どんな風に実力を見極めているんですか？例えばウェブアプリケーションの開発などで有名なデジタルサーカスなどのウェブ系開発企業や多くのメガベンチャー企業の採用プロセスでは、言葉だけの面接やエントリーシートの審査は最小限に抑えられます。その代わりに導入されているのが本物の技術の実証性を評価する仕組みです。 GitHub の提示、国で説明する代わりにお前の書いたコードを見せろってことですね。実力主義の世界だ。そうです。さらに競技プログラミングコンテストの超有名サイトであるアットコーダーの過去問、特にアットコーダーベギナーコンテストの B 問題以上相当のコーディングテストをその場で課して、ロジックの構築力やコーディングのスピード、正確性をダイレクトにテストする手法が標準的に導入されています。 B 問題以上ですか。アルゴリズムの基礎がしっかり頭に入っていないとその場ですぐに解くのは難しいですよね。でも高専生なら授業やクラブ活動、趣味で日常的にプログラミングを叩き込まれているから、こういう実技試験は対抗物なんじゃないですか。まさにそこが高専生の強みなんです。さらにインターンシップでの成績や個人で要件定義、UI 設計、コーディング、インフラ構築、そして実際のリリース運用までを一貫して行ったプロセスを可視化したポートフォリオの提出を求められることも多いです。いやー、それはもう格が違いますね。企業側もこの子なら明日からチームに入ってすぐに機能開発を任せられると確信できるわけだ。採用手法自体が高専生の実践力を引き出す形になっているのは非常に合理的ですね。企業がなぜそこまで高専生を欲しがるのか、そして実際に採用した後にどんな評価をしているのかについて何か具体的なデータはありますか？はい、非常にわかりやすい調査データがあります。高専生専門の採用支援やキャリア情報を提供しているニュースリリース高専生採用の魅力とはなどの企業向けアンケート結果を見ると、採用する側の本音がくっきりと浮かび上がってきます。採用する前から専門性と即戦力、そして問題解決能力に絶大な期待が寄せられているんですね。そうなんです。そしてさらに注目すべきは、実際に採用して働いてもらった後の実際の社員への高評価、採用後の評価データです。期待されていた以上の高評価、あるいは期待通りのパフォーマンスが実際の現場でバッチリ発揮されているってことですね。特にこの問題解決力が高いという評価、高専のどんな教育から生まれてくるんでしょう？高専の授業や実験、そして情報工学科でのプログラミング開発においては、必ずバグ、エラーに直面します。この時、学生たちはなぜエラーが起きているのかをログを読み、コードを遡り、自分で仮説を立ててデバッグするプロセスを5年間で何百回、何千回と繰り返すんです。この原因特定力と適切な修正力のサイクルこそが、実際のビジネスや開発業務における高い問題解決能力そのものであり、仕事の現場でそのまま再現されているんです。なるほどな。日々のプログラミングのエラーと戦う姿勢がそのまま企業の課題を解決する力に直結しているんですね。さらに企業側は単なる個人のコーディングスキルだけでなく、チームワークコミュニケーション力を 35.0%、論理的思考力を 22.6% と非常に重視して評価しています。高専でよく行われるチームでの共同開発や実験のペアワークなどを通して、自然とプロジェクトマネジメント能力やコラボレーション能力が養まれている。技術一辺倒でなく人間的なソフトスキルも高く評価されているのが高専生の本当の強みなんですね。技術もあってチームで動くこともできる。まさに企業が今一番求めている理想のエンジニア像そのものですね。ここまで高専生が優秀で評価されているという話を聞いてきましたが、実際にはどんな企業に就職しているのか、具体的な学校の実績をもとに見ていきたいです。はい、各高専が公開している近年の情報工学科、情報系学科の就職先実績データを分析しましょう。今回は関東圏を代表する3つの高専、
東京高専、木更津高専、そして私立のサレジオ高専のデータをピックアップしました。うわー、すごい。誰もが知っている日本の超一流企業ばかりですね。まさに日本のデジタルインフラの心臓部を支えている企業ばかりだ。そうなんです。では次に、千葉県木更津市にある木更津高専の情報工学科の実績を見てみましょう。アマゾンに任天堂、外資系の超巨大テック企業や世界中で愛されているエンタメのトップ企業、さらにはインフラ系から新進気鋭のクラウドベンダーフィクサルまで、めちゃくちゃ幅広くて豪華ですね。素晴らしい実績ですよね。そしてもう一つ、東京都町田市にある私立のサレジオ高専の情報工学科の実績も非常に個性的です。サレジオ高専はキリンビールやサントリーといった一見 IT とは直接関係なさそうな、でも誰もが知る大手の飲料食品メーカーや化学メーカー、インフラ企業にも強いんですね。そうなんです。これはどういうことかというと、今の時代、どんな業界の企業であっても自社内に優秀な IT システム技術者を抱えることが最優先課題になっているんです。ビールを作るにしても、水道インフラを維持するにしても、すべてのプロセスの自動化、データ解析、DX が非常に不可欠です。だからこそ、情報工学科の学生は IT 専用の企業だけでなく、あらゆる産業界の一流企業から専用の推薦枠や採用枠を持って迎え入れられているんです。なるほど。IT 業界だけでなく、日本すべての主要産業が情報工学科の学生の就職フィールドになっている。この選択肢の広さと実績の強さは本当に凄まじいものがありますね。さあ、ここからは進学という選択肢について深掘りしていきましょう。先ほど4割が進学するというお話がありましたが、進学を目指す高専生にとって具体的にどんな大学が編入先になっているんですか？はい。大学編入を目指す高専生にとって最も強固で圧倒的な受け皿となっているのが、先ほども少し名前を出した国が高専生のために作った2つの大学です。この2つの技科大は高専生にとっての聖地、実家のような安心感がある受け皿なんですね。でもそれ以外の一般の国立大学への編入はどうなんですか？それが近年では旧帝国大学をはじめとする難関国立大学への編入実績もものすごく伸びているんです。普通の高校から東大や京大、阪大、九大を目指すとなると、共通テストを受けて二次試験で何教科もガチガチの受験勉強をしなければいけないですよね。それと比べて高専からの編入試験って何か有利な点があるんですか？おっしゃる通り、編入試験は普通高校からの一般受験と比べて試験科目が非常に絞られているという大きなメリットがあります。自分の強みを最大限に活かせる試験制度なんですね。それなら難関大学に行きたい学生にとって非常に魅力的な近道になり得ますね。さらに国公立だけでなく、慶應義塾大学、早稲田大学、東京理科大学、立命館大学といった編入制度を設けている難関私立大学を選択する学生も増えています。大学受験という一発勝負のペーパーテストに縛られず、5年間の地道な学業評価や専門力を武器に多様な難関大学へ挑戦できる、この進路の多元化と選択の自由度の高さこそが大学編入制度の最大の魅力であり、進学を下指す高専生にとっての大きな希望になっているですね。美咲さん、実は今回の報告書を読んでいて一番驚いたポイントがあるんです。情報工学科っていう理系中の理系の学科から、なんと美大や芸術大学に進学する人がいるって書かれていたんですが、これ本当なんですか？はい、これは近年顕著になってきた非常に新しくかつ極めて面白いトレンドなんです。いやー、驚きです。プログラミングを書いていた理系の学生がなぜ美大や芸術大学へ進むんですか？方向性が全然違うような気がするんですが。一見正反対のように見えますよね。でも実は現代のデジタルテクノロジーの最先端においては、このデザインとテクノロジーの融合が最も強く求められている領域なんです。ああ、そうか。こういう素晴らしい体験を作りたいと思っても、それを実現するためのプログラミングやインタラクティブに動かすためのシステム、 AI のアルゴリズムを自分で理解して実装できなければ、プロダクトとして完成させられないわけだ。その通りなんです。一般的な美術芸術系の学生がプログラミングやシステム構築の壁にぶつかる一方で、高専の情報工学科で基礎を完璧に叩き込まれた学生は、自分でコードを書き、データを解析し、ハードウェアを動かす能力を最初から持っています。そこに美術大学での表現力やデザイン思考、美的センスが融合したらどうなるでしょうか。自分でテクノロジーを完全に操りながら圧倒的な美的価値を作り出せる唯一無二のクリエイターが誕生するわけですね。これは最強すぎる。まさにその通りです。だからこそ美大や芸術大学側もこうした高度な IT スキルを持った高専生を非常に高く評価し、編入生として歓迎しているんです。テクノロジーとアートの交差点に高専生が新しい旗を立てている。本当にクリエイティブでワクワクするキャリアパスですね。進学を考える高専生にとって
誰もが一度は悩むのが、他大学の3年次に編入するべきか、それとも自分の学校の2年間の専攻科に進学するべきかという選択ですよね。これ、両者の違いやメリットデメリットを詳しく知りたいです。はい、これは非常に緻密な戦略性を持って決定する必要がある人生の分岐点です。わかりやすく表形式のようにポイントを比較してそれぞれの特徴を見てみましょう。確かに有名な国公立大学や私立大学の名前は就職や将来のキャリアにおいて強力な武器になりますよね。ではデメリットはどうですか？デメリットとしては後で詳しくお話ししますが、単位認定の厳しさがあります。高専の5年間で取った単位が編入先の大学で十分に認められない場合、3年次と4年次の2年間で過密な履修負担を強いられることになります。また、すでに出来上がっている学部のコミュニティに途中から入るため、人間関係の構築において孤独やストレスを感じることもあります。なるほど。ではもう一つの選択肢である高専専攻科への進学のメリットはどうでしょうか？専攻科進学の最大の強みは圧倒的な費用対効果、コストパフォーマンスとこれまでの研究の継続性です。国公立高専の専攻科の学費は大学と比べても非常に安価で、お子さんの経済的負担を大幅に軽減できます。さらに、慣れ親しんだキャンパスや研究室、よく知っている指導教員の下で、5年生の時の研究を途切れることなく深められるため、短期間で質の高い研究成果が出しやすいんです。そして、高専が持っている圧倒的な就職連絡網、つまり、桜連絡網、Kメールのような高専の4倍と揃った就職インフラをそのまま活用して就職活動ができるのも大きなメリットです。おお、高専の強力な就職インフラ、つまり超優良企業の推薦枠を維持したまま大卒扱いの待遇で就活ができるんですね。それはめちゃくちゃ大きな安心感ですね。そうなんです。ただ、専攻科のデメリットとしては、良くも悪くも5年間と同じ限られたキャンパスと人間関係が続くため、環境が変わらないぬるま湯感を感じてしまったり、外部とのコミュニケーション機会が限られて社会性を伸ばすチャンスが少なくなりがちという側面があります。なるほど。それから専攻科の場合はダグイはどうやって取るんですか？専攻科は特例認定専攻科になっており、2年間の課程を修了した後、ニアド、つまり独立共生法人大学改革支援ダグイ助与機構という国の機関に、習得した単位と特別研究の論文などを提出して審査をクリアすることで、大学卒業と全く同じ正式な学士のダグイを取得することができます。ちゃんと正式な学士、大卒になれるんですね。その通りです。どちらが優れているかではなく、自分のライフプランや経済状況、研究スタイルにどちらが合致しているかで選べべきですね。先ほど大学編入にはあまり知られていない厳しい現実やリスクがあるとおっしゃっていましたが、これ本当に詳しく知りたいです。進学すればハッピーになれるとばかり思っていたので、ちょっと衝撃でした。そうですよね。大学編入イコール難関国公立に簡単に入れて人生の勝ち組ルートというポジティブな面ばかりが強調されがちですが、実は報告書や経験者の声、例えばゴリ高専さんのブログコラム、高専から大学編入は後悔するなどでも深刻な潜在リスクが指摘されています。単位認定プロセス、高専で取った単位が大学で認められないってことですか？その通りです。編入先の大学のシラバス、講義内容と自分がいた高専のシラバスを一つずつ照らし合わせて、この高専の授業はうちの大学のこの授業とみなせるかを大学側が判定します。しかし、この正式な認定結果が判明するのは多くの場合、院留手続きが完全に完了した院留直後なんです。院留するまで何単位認められるかわからないんですか？それって怖すぎませんか？非常にリスクが高いです。もし想定していたよりも単位が認定されなかった場合、大学2年分の単位、およそ60から70単位を3年次と4年次のわずか2年間で、しかも専門科目の難しい講義ばかりを過密なスケジュールで履修しなければならなくなります。結果として毎日朝から夕方まで授業でギチギチになり、中には単位が足りなくて2年で卒業できない、実質的な留年や3年次への延長という深刻な事態に遭遇するケースも実際に報告されています。うわー、それは精神的にも体力的にもものすごい負担ですね。さらに追い打ちをかけるようなことがもう一つありますよね。はい、それが就職活動のタイミングです。3年次編入ということは、院留したその年の春、つまり編入直後からすでに一般の大学3年生と同じスケジュールで就職活動、サマーインターンシップの準備や企業選考などが始まってしまうのです。高専の時はスクール推薦で守られていたけれど、一般の大学編入後は自分で一から自由応募で戦わなければいけない。
これは準備ができていないと一瞬でパンクしてしまいますね。その結果、悪行も中途半端になり、就職活動の波にも遅れ、自分の望む進路が見つからないまま卒業を迎えてしまう、いわゆる就職迷子になってしまうリスクが本当に潜在しています。大学編入という輝かしい切符の裏には、こうした徹底的な自己管理と事前準備が必要なんだということが身に染みて分かりました。進学を考えている人は絶対に今から意識しておくべきポイントですね。さあ、ここからはちょっと生々しいけれど誰もが絶対に避けて通れないお金と学歴の話です。高専卒って即戦力としてめちゃくちゃ仕事ができるのに、給与や生涯賃金において大卒と差があるっていうのは本当なんですか？残念ながら日本の多くの企業、特に伝統的な給与体系を維持している大企業においては、今でも厳然たる学歴格差が存在します。どれくらいの差があるのか、具体的な数字を知るのが少し怖いですが、詳しく教えてください。わかりやすく数字で比較してみましょう。まあスタートラインで月 2.4 万円の差なら、入社した後に自分の実力で成果を出せばすぐに追いついて逆転できるんじゃないですか？そう思いたいですよね。ところが統計データは全く逆の現実を示しているんです。なんでそんなに差が広がっちゃうんですか？実力は高専卒の方が上だったりすることもあるのに、どうして？その最大の主因は、日本の多くの企業に根強く残っている管理職登用要件の学歴制限です。つまり部長や課長、役員への昇進は大卒以上に限るという見えない人事の壁が存在することが多いため、30代後半以降管理職になれるかどうかの違いが年収格差にダイレクトに直結してしまうんです。生涯で5000万円以上の差はマイホームが一軒変えてしまうレベルの圧倒的な違いですね。文部科学省のキャリアパス調査でも、高専の先生たちが推薦を出す際、課題として高専卒の給与水準が大卒と比べて低い 42.9% や、配属ポジションに大卒と差がある 33.9% を挙げていたのは、まさにこの現実を反映しているんですね。その通りです。技術力があるにもかかわらず、制度上の学歴という枠組みだけで生涯にわたりこれだけの格差が生じる。これが多くの優秀な高専生が、とりあえず大卒の資格を取るために大学編入を選ぶという意思決定をする、最も大きな現実的な要因になっているんです。美咲さん、先ほどのような厳しい学歴格差の話を聞くと、高専卒でそのまま就職するのは損なんじゃないかと絶望的な気持ちになってしまいますが、これに対して何か明るい兆し、ポジティブな動きはないんですか？安心してください。実は今、技術者不足が常態化している IT 産業や、先進的なマインドを持った企業を中心に、この古い学歴重視の制度を撤廃し、実力本位で処遇する素晴らしい給与体系へのシフトが本格的に始まっているんです。待ってました。具体的にどんな動きがあるんですか？例えば、メガベンチャーや IT ベンチャーにおける初任給の高額設定です。エンジニア求人サイトのパイザ新卒などで見られる有料求人では、学歴のランクを一切排除し、完全に個人のコーディングスキルや実績、アットコーダーのレートや GitHub の内容などを評価して初任給を決定する企業が増えています。初任給36万円。これなら並の大卒の初任給をはるかに凌駕していますね。実力さえあれば20代から莫大な収入を得ることが可能だ。そうです。さらに、ロシアの有料企業でもユニークな挑戦が始まっています。素晴らしい。高専生の方が即戦力として価値が高いんだから、給料も高くて当然だという当たり前の評価が社会に浸透してちゃあるんですね。その通りです。そしてさらに、制度の根幹を揺るがす国のビッグニュースもあります。国際的な学位への改正。それってどういうメリットがあるんですか？これまでは海外の共同プロジェクトや外資系企業への就職の際、準学士という日本の独特な称号が海外で大卒未満、技術者としてのビザが振りにくいなどとして扱われ、技術的な障害になることがあったんです。しかし、これが正式な国際的な学位になることで、海外市場やグローバルテック企業への活躍のフィールドが 100% 保証され、社会的に国際的な処遇改善が一気に加速すると見られています。うわー、これは未来が明るいですね。学歴という古い壁が崩れ去り、実力とグローバルに通用する制度が整いつつある。情報系高専生にとってはこれ以上ない追い風ですね。ここからは高専生の圧倒的な技術力の源泉である最先端の教育カリキュラムについて深掘りしていきましょう。報告書の中に M' という言葉が出てきましたが、これ一体どういうものなんですか？はい、M' 数理データサイエンス AI 教育プログラム認定制度は、文部科学省がこれからの AI データ駆動型社会を生き抜くイノベーション人材を育成するために設計した非常に厳格な教育プログラム認定制度です。応用基礎レベル。それって普通の大学の文系学部や一般的な高校の情報の授業とは何が違うんですか？違いは単なるプログラムが書けるというレベルを超えた徹底的な数学的基礎と AI の仕組みの深い理解にあります。なるほど。
ただ AI のライブラリを使ってツールを動かすだけじゃなくて、なぜその AI がそう動くのかという数意的な数式レベルの原理から理解しているわけですね。それは応用力が全然違ってきますね。まさにその通りです。だからこそ、例えば気象庁のアメダスデータといった大規模なオープンデータを使ったリアルなデータ解析の実習や暗号理論の実習を5年の本科という非常に若い段階で自律的に行えるんです。5年かけて理論と実践の両輪を極限まで磨き上げる M' の教育プログラムが、ただのプログラマーではない時代をリードする AI の社会実装者を育て上げているんですね。さあ、いよいよ最後のパートです。最後は情報工学科の学生たちの間で今まさに大ブレイクしている就職進学に次ぐ第3の未来、起業スタートアップについてです。高専生の起業といえば有名なコンテストがありますよね。はい。全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト、通称 DCON ですね。DCON は日本ディープラーニング協会のホームページや松尾豊教授率いる東京大学松尾研究所の公式ノート、AI 実践ブートキャンプ参加者インタビューなどでもその圧倒的な熱量が紹介されています。金融指標で競う学生の技術を本物のお金としての価値で測るわけですね。これ、最近の受賞作品はどんな評価をされているんですか？直近の DCON 26ではトヨタ高専の甘露 AI というチームがなんと企業評価額5億6000万円、投資総額5600万円というスマズ1金融評価を獲得して最優秀賞に輝きました。5億6000万円、驚きを通り越してちょっと意味がわからないくらいの高評価ですね。高専生の作るプロダクトがそれほどまでにビジネスとして通用すると認められているわけですね。はい。そして DCON で高い評価を得たチームの多くは単にコンテストで終わりにするのではなく、実際に会社、つまり高専発スタートアップを次々と設立しているんです。いやー、ものすごいラインナップですね。どの企業も自分たちの技術を生かして地方の一次産業や福祉、産業インフラの本物の課題を泥臭くかつエレガントに解決しているのが素晴らしいですね。まさにそこが高専生の強みです。高専は5年間受験勉強に縛られない自由な時間があるからこそ、自分の好きな技術 AI やハードウェアに徹底的に没頭し、本物のプロトタイプを作る時間を確保できます。さらに彼らは起業した後、地元自治体や母校の高専と共同研究契約を結び、ビジネスで稼いだお金を教育機関に還流させるという極めて美しい経済と技術の循環エコシステムを自分たちの手で構築しているんです。素晴らしいですね。お世話になった地元や母校に技術と資金で恩返しをする。これこそがこれからの日本の地域活性化やデジタル革命も最高のロールモデルになりますね。本当にその通りです。いやー、美咲さん、最初から最後まで本当に目から愚かが落ちるような熱くて深いお話をありがとうございました。情報系高専生の未来は私たちが想像している以上に果てしなく広くて希望に満ち溢れていますね。こちらこそありがとうございました。一人でも多くの学生さんや視聴者様が自分の意思で素晴らしい未来の選択をできることを心から応援しています。それでは今回の解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。